ちょっと前のライブ配信でですね、自分の作った鉢を使いたくて植え替えたなんだっけ、カラマツなんですが、ダメかなと思いながらやったんですが、意外とソフトにね、優しく管理してたら大丈夫そうでした。この辺ちょっと新しい芽が動いてきてて、まあ大丈夫そうだなっていうことでね、一安心しまして、で引き続きですね、鉢は作ってるので、また新しく作った鉢ですね、これに調子に乗って、この前上野グリーンクラブで買ってきたこのカラマツも植え替えちゃおうと思います。本来の植え替え時期はですね、やっぱり3月の末とか4月の頭ぐらいがいいんですが、梅雨もですね、一応植え替えはできるにはできます。雑木だったらですね、葉刈りをして、これ雑木じゃないんですけど、葉刈りですね、葉をちょっとカットいて減らして植え替えすれば大丈夫だそうです。葉刈りができる代表例としては、もみじだったりカエデだったりケヤキだったりかな、あの辺は葉を減らして植え替えれば多分大丈夫です。去年もね、こんならか何か植え替えてたんですけど、問題なくね、一応植え替えはできたので、梅雨の時期ね、温度下がるし湿度も上がるので、無理をすればできないこともないってことですね。というわけで今日はカラマツやっていきます。なんだっけ、そうそう、梅雨の植え替えですね。無理して植え替えすることはないんですけど、どうしてもね、やっぱり買ってきた新しい鉢に入れたい時ってあるじゃないですか、どうしてもね。本当は我慢するべきなんですよ。秋の頃まで待ってですね、少し涼しくなったぐらいに植え替えした方が安全ですね。この時期やるのはあんまり本当はおすすめしないですし、なんか夏を待たずに植え替えっていうか、その根詰まりとか土があんまりにもカチカチになりすぎて水が通んないとかっていう場合はですね、もうこのまま大きいのをそのままもう一回り大きい鉢に、この状態のまんまのものをもう一回り大きい鉢にドンと入れて、そのまま秋まで我慢したりとか、はたまたもしね、何にもないな今手元にいいかこれでこういう、これポットですけど、こういう鉢に入ってたとしたら、その鉢よりさらに一回り大きい鉢に埋めちゃうとかっていう方法でなんとか耐えるのが本当はベストです。この時期外れにですね、植え替えすると何が大変かって、やっぱ管理が大変なので、日には当てたいんだけど、あんまり当てるとね弱っちゃうし、もちろん根切ってるので、突然水を吸い上げる能力が下がるわけですから、そうするとですね、やっぱ徐々にですね、あったかくなっていく中で植え替えをしているのと比べると多少無理があるので、そうだな、今回どれぐらいだったかな、なんか10日か2週間ぐらいはこのカラマツですね、直射日光の下にはあんまり出してない。午前中も当たらないか。そうだな、ほぼなんか遮光ネットじゃないですけど、防風ネットのある下に置いといて、柔らかく日が当たるとこだけに置いてましたね。そういうぐらいはね、ちょっと水とね、日照の管理ですかが大変なので、あんまりやっぱこの時期にやるのはおすすめしないですけど、やっぱね、僕鉢作ってるじゃないですか、こうやって。でこの鉢やっぱ試してみないと、大きさとか形とかね、どうなんだろうっていうのは分かんないし、次のが作れないので、やっぱね、使っていかないといけないなと思うんですよね。いけないなっていうか、使わざるを得ないこっちもね、本当は使いたいやつあるんですけど、それはね、ハルニレを入れようと思ってて、でハルニレって東京だとね、あんま売ってないので、ちょっと無理するのはやめとこうかなと思って、こっちは秋にする予定です。このポットに入ってた土はカルマツかな。ぐるんぐるん結構回ってますね。ちょっとここからはだいたいいつもと同じ作業なんで、完成まで一気に飛ばしちゃいましょう。はい、というわけでざっくりさばいてきましたが、これやばそうだなちょっと変な根っこがかなり走っててですね、切らざるを得ないんですけど、切らざるを得ない、切ざるを得ない、どっちだろう。ちょっと待って、硬っ。こんなまんまじゃ植え替えできないしな、どうしよう。
ここにこう入れるとしてもだねうんめっちゃここ邪魔なまあしょうがないか。本当だったらですね、こういう時はしょうがないんで、もう一回何かそのポットとかに入れて、ここぐらいまで植えてですね、無理やり。で、下の方詰めといて上から根が出るように何年か待ってですね、その後植え替えした方がいいんですけど、どうしようかなまさかここまでとは思わなかったな。この太い2つ。もうちょっとだけ切ってみるか。でどうにもダメそうだったら鉢入れるの諦めます。だいぶ根っこ減らしましたけど、ちょっとこれでなんとか頑張るしかないかな、無理やり。本当はねもっと下の方っていうか、まあこの辺ぐらいから根っこ出てる予定だったんですけど、埋まってたんで全然なかったんで、もうしょうがないからこの変な根っこ込みでこういう感じで植えていきましょうかね。しょうがない、ちょっと見づらいか、こういう感じで。よし、じゃあこれでいってみよう。でも本当にくれぐれもああいう状態になったら一回ほんと鉢に入れるのを諦めて、で何年かね根を作ってから入れた方がいいと思います。冗談抜きに。僕の場合はたまたまこの間買ってきた安い素材なんで、無理してね枯らしちゃうともったいないっちゃもったいないんですけど、でもそんな高いもんでもないんで、ちょっと勝負かけてもいいかなってとこあるんですけど、普通は結構ねいいの買ってきてると思うので、皆さんはそんな無理はしないでですね。よいしょ。ちゃんと時間かけて作った方がいいかなと思います。もしくはもっとちゃんとねお金出して出来上がった素材を買ってきてやるとかの方がいいですかねこれまずいなじゃああとはいつも通りですね。ちょっとうちの場合は大きめの切り砂を軽く1列ぐらい敷いて、こういう感じですね。軽く敷いといて、であとはその上にちょっと用土を乗せて、木を乗せて針金で留めて、土入れておしまい。こっからが大事ですよ。こっからが向きが超大事です。向きが大事以前にこれ入んのかな。いやー厳しそうだな。ちょっと待って、自分でかけた針金が邪魔なんだけどどうにも止めようがないのでしょうがないんで、もうこの辺ぐるぐるね幹巻いちゃって、針金で巻いちゃってぐるぐるにして止めてます。どこにも引っ掛けるところがもうないのでしょうがないですね。そんな綺麗に固定もできてないんですけど、他に止めようもないので、よし、じゃあここにあとは用土を入れて、入れてみて、で本当にダメだったらちょっともうこれは一回諦めてもう一回出して、大きいスリット鉢に入れてですね、もう何年か1年か2年ぐらいはそのままにしてみてからってことですね。さあどうだじゃあ一応入りました。ちょっとゆっくり見てみましょう。さあどうでしょうか。見た目は結構いい感じになってますね。良さそう。ちょっと明るいか。よいしょ。見た感じは良さそうですね。このカラマツの綺麗な緑と下のねこの深緑というか水色というかがぴったり合ってるような感じかな。位置もよかないんだけどしょうがないなちょっとこれでねまたソフトに管理して、ちょっとね明るめの日陰で、10日ぐらい管理してですね、これから梅雨入るんでそんなに無理しなくても大丈夫だと思うんですけど、管理して様子を見ようと思います。
まあでも大丈夫そうだな。いい感じになりましたんで、これでまたねソフトに管理して元気になるまでゆっくり待とうと思います。最近ねちょっと無茶してばっかりですけど、まあでも本来的には僕は結構こういうことを無茶してやる方なので、飾りたいがためにですね、展示会にも出さないくせにまあ慣れてきたら多少そういう安い素材で無理をしてみるのもいいかなと思います。ここまでいったらダメなんだなっていうのが一応こう線引きできるようになるじゃないですか。ここまでは OK だったけどここまでいったらもうダメなんだっていうのが分かるようになると、まあ本来無茶しない方がいいんですけど、やってみないと分かんないことも結構あるので、まあこういうのね試しにやってみていただいて、安い素材で勉強していい素材でこうちゃんとやるっていう感じですかね。木を粗末にするのは良くないので、できるだけねちゃんと準備だけしてあとは楽しむっていう方法ですね。はい、今日もねご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。悪くない悪くない。